こんにちは。経営角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これわかりますかね。1977年に発売されたポラロイド1000というですね、インスタントカメラです。これを作りたいと思います。今ってスマホの時代なんで、だいたい撮影するとすぐ見せられるじゃないですか。あるいはもうすぐメールできたりとかするじゃないですか。その前って普通はフィルムで撮って2日3日現像のところに出して、そうして上がってきて同時プリントとか言うんですけど、何日かあるいはもう一番早くとも朝出して夕方とかね、そのぐらい経たないと写真って見れなかったんですけども、その前もポラロイドというものがあったと。今でいうとチェキですよね、なんといっても。チェキみたいなインスタント写真の元祖がポラロイドと。でその代表的なカメラが SX70 っていうのがあったんですね。これなんかジョン・レノンが愛用してたとか、ウォーホルが使ってたとか、いろんな話があるんですけれども、アルミのボディで超かっこいいんですけども、それちょっと高すぎたんで1977年にこのポラロイド1000というものが発売されました。で僕もすごいよく覚えてるんですけど、近所のパーマ屋さんの息子がなんか買ってもらったとか言って、カメラ買ってもらった、子供なのにとか言ったんだけど、でもカメラ実はすごい安くて、フィルムが高いって感じなんですけどね。ポラロイド写真当時やっぱりすごいびっくりしました。撮るとすぐ見れちゃうということで、しかもその後のチェキとかその後の600フィルムっていうポラロイドのフィルムではできないんですけど、 SX70 のフィルムって撮って現像が出るまでの間に硬いものでこすると絵が描けちゃうんですよ。だからそれ自身がもうアートみたいになっちゃうというか、撮った写真の上にサインしたりとかできたんですよね。そういう古き良き時代のポラロイドカメラです。安いカメラっていうことでですね出てきたんですけど、1977年というとですね、パソコン業界では初代 Apple II という、当時は Apple コンピューターという会社名でしたけれども、 Apple の8ビット機の最初のヒット商品とか、あとはその当時御三家と言われたような初期のマイコン、アメリカのマイコンが出てきて、それから僕もブロックでは作ってるんですけども、アタリ VCS という家庭用のゲーム機の最初のヒット商品が出たのも1977年です。だからすごくパソコンとこのポラロイドが大衆化していった時代って時代的にはすごい重なってんですよね。それでこれ有名な話なんですけども、アップルのスティーブ・ジョブズはランド博士というですね、このカメラも正確にはポラロイドランドカメラという名前なんですけど、そのランドさんが憧れっていうんですかね、超クールポラロイドって撮った途端に人に見せられるってもうすごく気が利いてるわけじゃないですか。ジョブズ大好きだったという話があって、当時のポラロイドはね、虹色のトレードマークみたいなのがもうSX70 の時代からあったんですけど、アップルの6色リンゴとかもちょっとそういうイメージもあるという感じなんですよね。1977年というそういうテクノロジーとかコンピューターとか、そういうポラロイドでなんか昨日までの生活と全然違うことができるとか、そういうなんかいい感じのものが出てきた時代。もちろん時代背景的にはね、ベトナム戦争とかいろんな背景もあって、そんなに明るいことばかりではないんですけれども、ものの歴史から見るとすごく興味深いところですね。これちょっとだいぶもう踏み立ってきたんですけど、下の四角いところにパッケージ上のそのスクエアのね、四角いフィルムを入れるようになってて、ここに現物のポラロイド1000があるんですけどね、このブロックでも作ってあるんですけど、この前のここから撮影するとじーっとフィルムが出てくるということで、もうこれで撮ってその場でもう出てくると、これ1個がなんていうの、写真の現像書っていうんですかね。スマホの時代には全然驚かないんですけども、こういうプラスチックのね、こういうプラスチックのメーカーが僕大好きなんですけども、これもだいぶ日焼けして色がついてますけど、もともと真っ白ではないんですけどね、ブロックではもう最適な色がないんで、白を使ってます。できました。
ということでちょっとね後ろのファインダーのところとか苦労しましたけれども、ポラロイド1000できましたということで、来週もやりますので見てください。